いですね。この軸でロールしてるんです車が。どうやって回ってる時ってこんなイメージしたことなかったっすね。スラロームしてみてくださいこれ。あ、やばっあーでもなんか、うわ、そうなんだ。だから当然その車高が上がったり下がったりすることでロールの軸も変わるわけですよね。はい。でそれの前後も当然変わるわけなんで。ちょっとこれでコースに当たらんようにコース走ってみてください。これどうやったんですか。さあここ入るときはこの軸がほら前が下がると後ろが上がって、ちょっとこれ普通にちょっと走る何週間練習してるとか。ちょっとまだ前の割り足がちょっと上に上がりすぎとるかな。そうですね。いや当たりますよ。ちょっとそこ考えて走ってください。俺は珍しかったら当てるようになってるよ。もう当てないでしょう宮本さんレベルになったら。いや、これ長すぎでしょ。そうですね、ちょっと切りましょうか。アンダーになってしまうときはその軸がどういう角度になってるか。今とかほら結局軸が後ろ下がりになってる状態で曲げようと思っても車が前にねじれていかないですよね。でも前にちゃんと前下がりになって後ろが上がってその棒がこのそうなってる時って前がぐるってこうねじれて入り込んでいこうとしますよね。I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt
ちょっとイメージできてきました。なんかボーマ乗ってる感じですね。このフロントとリアのロールセンターをつないだこの線上でしか車はロールしないんですよ。全然考えたことなかった。この一本の棒の中で車がねじれてるっていうのをイメージしながら、右から左に遠心力を移す時もこの軸を中心にロールを返す。難しいですね。実際するとロールを返す。ロールセンター自体もふわって浮きますよね。するとそこで全ての4つのタイヤのグリップが一瞬なくなるわけです。終わっちゃいますよね。そうですそうです。このロールセンターを軸にロールを入れ替える。ロールセンターを軸に入れ替える。難しいなって考えてすると。そのロールセンターが前上がって後ろ下がってる設定になってるのは、この立ち上がりの時リア駆動だから後ろのタイヤでぐーっとねじりながら立ち上がっていきたいわけですよ。その時には当然後ろがねじれてくれるような姿勢の方が立ち上がる姿勢にはなりやすいですよね。なんか常に差し取ってくださいよ、なんか棒そう、なんか目立つ棒マジ俺みんなに狂気扱いされますねまあその方が俺には誰も寄ってこんです。そうですね。追いかけていって突き刺すだってそういう時はみんな逃げるの早いかもしれない来た来た。そう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 。
すると自然にほらロールセンターを軸にロールが変えるわけですよ。うわ曲がりきらんと思った時に、そのロールの軸をフロント上がりになってる時は大体うわ曲がりきらんっていう感じになるでしょ。ことはその姿勢を姿勢を作ってやれば斜め前に車がねじれるように軸を作ってやると曲がるわけです。そう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 ですそうです。そういうことか。なんか全然わからん。そう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 だなと思ってもその軸をそう後ろそう今の後ろねじれてくれたから踏んだままいけたでしょ。踏ん張ってくれたから。そういう時は後ろの軸をこう下げるイメージですよね。右にロールしたのを左に移す時もそれを軸にロールを返す。流れるなんか。この軸がもうこう見えるようになるまではこれずっと差し取ってください。でもつけときたい感じはあります。ちょっとバックからボディだけ出してた。そうですね。何に進めます。誰もしないでしょ。いやでもこれめっちゃ上がりますよ。でもみんな線でも分かるけんですね。そうみんな見えてるんですよこうやって。俺だったら見えてるんで。この前と後ろのこの出てる部分をイメージするんじゃなくて、この車の中にこの軸があるっていうのをイメージしないといけない。この軸の中でしかロールしないので、が姿勢で曲げてあげる。とほら今みたいにチュリってなりそうなところでも揺れる。今までは多分揺れるとロールが分かってなかったからあれだけど、今ロールの軸がどこにあってっていうイメージができるから地面にこうちょっと押し付けながら、戻すことができますよね。そういう時もほら今踏んだらこっちに車がこう向きが変わるとかっていうのもイメージしやすいですよね。もうコーナーに入る前のところの姿勢、その車のその軸をどういう状態でコーナーにアプローチをかけていくかで、コーナーに入った時のその車がこのロールする仕方も変わってくるわけです。
目が出したい車の動きもできる出せる。はい。今グリップで走ってる時よりもドリフトしてる時の方が結局タイヤの限界超えてる状態なわけじゃないですか。それで曲げようと思ったらこの軸がしっかり見えとった方が、そうかもしれない。はい、車がこの今の軸の状態だったら車がこういう角度でねじれやすいねじれにくいとかっていうのが使えるか使えないかっていうのはすごい大きいと思いますね。俺は上手い人じゃないけどわからないです。いやでも設置してるから安定感がある。どうにか大きくはなるけど曲がれる。だからストレートでも極力このロールセンターの軸がふわって浮き上がらないように右から左に遠心力を移してあげるとだいぶ後ろのロールセンターが下がってきたんですよなんか走るってやっぱ振動でもうイメージできてるでしょうから。もうだいぶでもずっとつけとってほしいなこれ。
つけたままじゃあ今日帰ります帰ってこれなんてい言うのやだから次走るときはまずこれのセッティングからですよね。あーまあまっすぐにそうですそうです。ちゃんとロールセンターの軸をやってるかっていう貫いてる位置に来てるかどうかをですね。まっすぐですね、はい。起き上がったな今。ロードさせるそう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 。あいいよ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 。あハンドル切ったですね今。ハンドル切っててだいぶ変わるっすね。抵抗になるんですか、ハンドル切り込んでいく。まあタイヤの接地面も変わるしですね。持ち上がったりとかすると前がやっぱ持ち上がりますよね。だからちゃんと遠心力が乗ってタイヤにとどめてる状態で切る分は、いやそのロールセンターを軸にロールさせてるから足が動きますよね。それってなりにくるんですか、ちゃんとそうですそうですそうです。乗せてやっとけば。はい。その軸を中心にロールさせて乗せてやる。ここも軸を中心にそうすると1コーナー飛び込みで失敗してるんそう切るふわっていう感じがないんです。ただビトっていういいよ。ただの丁寧にその軸を中心に乗せ直す。今アクセル入れたですね。いっちゃったいやでバレバレだアクセル入れて全体がふわって浮いたじゃないですか。あれであれ全然違う。そう移すとロールセンターも一緒に上に上がりながらっていう感じになっちゃうんで。見えてなかったんですねこの軸が。見えないと思うんですよ。普通の人見えるんですよ。いやみんな見えてると思いますよ。俺だけかも。車の普通に運転してても今今乗ってる車の軸こういう前から後ろにこういう感じになってるなとか分かりますよね。コーナーに入るときにハンドル切りながら減速していったときに無理やりゴリゴリゴリっていくとでもみんなで無理やり曲げよう。トムさんに特に言われるんですよ。だいぶ無理に曲げよう。曲がろうっていう車の姿勢になってないのに曲げようとしてるのと、バイクで考えたら分かりやすいんじゃないですか。そっか。車がバイクがこうなんていうんですかね、こうちょっと倒してくって曲がろうっていう姿勢になって曲がったら曲がりやすいけど、まだほらまっすぐバイクがまっすぐの状態で曲げようとしても曲げにくいじゃないですか。それと一緒だと思いますね。まずは車が曲がるときには曲がる、向きを変えたいとき、曲がりたいとき、向きを変えたいとき、曲がりたいときその姿勢に車をまずしてあげる。またパトカー来たですよ。なんかしたでしょ。ペラーンって剥がれてきた。えらいことになった。